はい、小田です。今、大連の空港にいるんですけども、見てわかる通りですね、今、国内線エリアにちょっと、時間あるんで遊びに来てるんですけども、ファーストクラス、ビジネスクラス、あんな感じですね、もう超豪華な、ジャーンって感じのカウンターでチェックインしてくれるみたいです。日本もですね、あれぐらいやってくれるとですね、ビジネスとかですね、乗りがいあると思うんですけども、実際は日本は日本というか他ほとんどの国であんな風にですね、豪華なこうチェックインカウンターみたいなのないんで、そうですね、ああいう風にぜひしたらいいと思います。それでエコノミーはですね、相変わらずすごい人ですね。さすが中国の空港です。上海、北京は本当にすごいんですけども、この大連に関してもですね、それなりにすごい人ですね。ただですね、こんな感じで見て分かる通りですね、スターバックスもあったりとか、あとよくわからんコーヒー屋とかですね、あと、中国の、料理屋みたいな、そういったのもですね、ちょくちょくあってですね、最近は、中国の空港もですね、だんだん快適になってきています。ただやっぱり Wi-Fi がですね、あるんですけども、認証が中国の携帯番号を持っていかないとできなかったりとかですね、外国人にとってはですね、まだまだちょっと辛いところもですね、いくつかありますね。今からですね、もう2時間前ぐらいなので、おそらくチェックインちゃんと始まっていると思うんで、帰りはですね、大韓航空ですね、ソウルを経由して韓国へ帰ります。今ですね、制限エリア内に入ってきました。そこまで人も多くなくて、チェックインカウンターは人の割には少なくて、エコノミーのところはめちゃめちゃ並んでたんですけども、スカイプライオリティのところは、ほとんど人もいらず、すぐにチェックインすることができました。あとですね、一つ喜ばしいことがあって、ここからですね、ソウル行くんですけども、そこのはエコノミーだったんですけども、なんとですね、ビジネスにアップグレードされました。ただですね、食事とかそういったサービスはエコノミーのままっていう風な感じでして、それはですね、すごい強く言われました。それでですね、私今回はですね、普段スカイチームの場合はスカイマイル、デルタ航空のスカイマイルを貯めてるんですけども、大韓航空はですね、相性が悪いので、いつもですね、スカイパスをですねのマイルを貯めています。それがあってかですね、なぜか僕ゴールドメダリアンで本来は入れるはずのラウンジがですね、チケットもらえずですね、ラウンジの前でチケットないからあなた入れないよみたいなことを言われてですね、こうやってですね、外でですね、仕方なく待機しています。なので、こういったこともですね、あるんで、ちゃんとですね、カウンターでそういったことはですね、ラウンジのチケットとかそういうの必要ないのとかですね、確認した方がいいんですけども、なかなかですね、みんなカウンターの人忙しそうでですね、そういったことをいちいちですね、なかなか聞けないんですよね。なんで仕方ないなっていうんで、もう普通に免税店で3元なのでだいたい50円とかですかね、60円とかそういったのでですね、コーラ買って、飲んで待機しておこうと思います。食事とかはですね、エコノミーなんですけども、ビジネスクラス楽しみです。はい、それではですね、間もなく搭乗開始です。30分遅れですけども、乗り継ぎ時間2時間ちょっとあるので大丈夫だと思います。はい、今日は、2月にもかかわらず暖かくて天気もいいですね。 PM2.5 の影響はあんまないようで、久々に中国の晴れたところを見ましたね。今着きました。足もこんなにですね、広くていい機材で、ビジネスクラス、食事はエコノミーなんですけども、いい感じですね。もう大韓航空乗れば中国なんですけども、なんとなくもう日本に帰国できる安心というか、そんな安心感が半端ないですね。機内サービスは食事はエコノミーと言われたんですけど、ちゃんとおやつとかウェルカムドリンクもらいました。大韓航空のこれはですね、めっちゃ甘くて、前食べたんですけどめっちゃうまい。あと嫁も言ったら結構韓国人の中で評判のようで、めっちゃ美味しい。で
なんで皆さんもぜひ大韓国のたこ焼きパン食べてみてください。うまいです。それではですね、出発します。行きます。まあ眠いんで、もしかしたらずっと寝てるかもしれないです。はい、食事来ました。エコノミーのなんか多分食事出されるみたいなこと言ってたんですけど、なぜか多分ビジネス用なんですかね、出されてます。かぼちゃスープ、サンドイッチ、あとフルーツですね。まあ美味しそうですね。では食べてみます。はい、食事中なんですけども、あと残り時間書いてるんですけど34分、めっちゃ短いですね。大連からソウルまで、なんでキャビンの人もですね大忙しで、食事配ったりしてます。はい、食事はですね美味しいですけども、さっきハンバーガー食ったら腹いっぱいです。全然食えないです。今ソウルに着きました。もう本当にあっという間でしたね。最初寝てご飯食って、あとで書籍ダラダラ見てたら着きました。はい、大韓航空はファーストクラスの路線もですね結構多いですね。この1時間20分のですねフライトもファーストクラスあったみたいですね。ただ見る限りはビジネスとほぼ変わらない、若干そうですね横になるぐらいですかね。今ですねインチョン空港に着きました。ここまで来ればもうかなり安心ですね。ビジネスクラス良かったんですけども、アップグレードされる当然それはいいですよね。ただやっぱり普通に料金払ったりとか、あとマイル、大体どこのマイレージプログラムもエコノミーの2倍払えばですね、ビジネス取れるんですけども、それで、取ってビジネス乗るのっていうのはですね、僕としてはちょっとコスパ悪いかな。それだったら2回エコノミーで旅行した方がいいかなって思いますね。それは本当に人それぞれによるんですけども、もちろんビジネス好きな人とか、ファーストの好きな人とかもいるんですけども、私の場合はですね、できるだけ安いチケットを取って、さらにそこで、上級会員の資格を持ってそれをフル活用するっていうのがですね一番コスパがいいというか、自分に合ってるかなっていうふうに思います。皆さんもですねぜひともビジネス乗ったりとかですね、あと上級会員目指したり見てはどうでしょうか。僕もですね、こんなこと言いながらですね、別にスカイチームの上級会員しか持ってないんで、 ANA とかですね JAL の別に上級会員でも何でもないんで、ここら辺もですね1回なればね、SFC スーパーフライヤーカードでしたっけ、それ年間1万でスターアライアンスゴールドとか維持できるようなので、そういったものですね、僕もですねいずれは目指していきたいなと思ってます。一応ですね2017年もですね目指してるんですけども、まだ全然 ANA のフライトには乗れてないです。そんな感じですね。今回の動画は終わりたいと思います。それでは。